どうも、クビーチャンネルです。今日はですね、この発売されたばかりの新型キャンピングカーヴィーナスで車尺旅に行ってきます。こちらプレシャスモスト RV さんの新型ライトキャブコンになります。以前も動画で紹介させていただいたんですけど、新型はシェルと一体型になります。現役ライトキャブコンオーナーの自分としては気になります。今回のこちらの車両はプロトタイプになります。このキャンピングカーの特徴を簡単にお伝えすると、まず全長が 4830mm、 全高が 2760mm、 全幅が 1890mm と、この日本の一般の駐車場 2m×5m に収まります。そして嬉しいのがこの家庭用エアコンオプションになるんですけど、設置できます。一番後ろには常設2段ベッドが設置されてます。マルチルームがないキャンピングカーなので車内は広々しています。そして運転席の上、このバンクがそんなに飛び出してないので走行風の影響が受けにくいとのことです。こちら横からなんですけど、確かに思ったより出てないですね。普通だったらこのぐらい出てますよね。この新型キャンピングカー、個人的に気になるポイントなんですけど、中はもう快適そうだったんですけど、この走行ですね、このバンクが出てないということで走行風の影響がどのぐらい少ないのか、今日は一般道を少し走行した後に高速道路に乗って風の煽りを体感してみます。今奈良県なんですけど、風のきつい明石海峡橋渡って淡路島に行って車中泊します。淡路島に期間限定の温泉付きの車中泊スポットができたみたいなので、そちらに行ってみます。ここで車中飯も調理して車内の快適性も体感します。スペックなどはこちらにまとめておきます。ベース車両はタウンエースです。乗車定員6名、就寝定員大人5名、価格は肉で577万6715円。それではもう買い出しも終わったんで出発します。実際の車中泊を想定してお水も7割ぐらい入れてきました。重量を増すためにポータブルバッテリーも2台持ってきました。この家庭用エアコン使いたいんですけど、セカンドシート下にあるバッテリー、鉛バッテリー3つなんですね。こちらはオプションでリチウムバッテリーに変更可能です。鉛バッテリー3つだったら多分 4,5 時間ぐらいしか持たないと思いますので、こちらのポータブルバッテリーをこのキャンピングカーの外部充電に挿してエアコン使ってみたいと思います。果たしてうまくいくでしょうか。はい、今回もこの赤テープ持ってきました。こちらをハンドルのセンターに巻いておきます。そうすると風煽られた時にハンドルの動きがよくわかると思います。それでは安全運転で行ってきます。はい、まず乗って感じたのがこの乗り心地なんですけど、段差での突き上げ感が全くありません。すごいラグジュアリーっていうんですかね。ガタンガタンならずにショックをいなしてくれます。こちら足回りなんですけど、タウンエースの純正のままなんですね。メーカーさんから聞いたんですけど、シェルを軽量に作ったのでノーマルでも問題ないそうです。これ一般道では乗り心地すごいんですけど、高速道路風の煽りとかちょっと許せそうな気もします。この辺は後で確かめます。はい、今信号先頭になったんでちょっと強めに40キロまで加速してみます。タイムを測ってみます。せーの、はい。はい、出だしはねかなりやっぱ遅かったんですけど、スピードに乗るとグーンと走ってくれました。このぐらい速かったら街乗りは問題ないと思います。あとは高速道路で80キロ上り坂キープできるかですね。こちらも後で検証します。かなり急なカーブがあります。でここでコーナリングを体感してみます。現在40キロでアクセルを軽く踏んで後輪にトラクションをかけています。そうするとこの低速だったら安定してロールが少なくなります。でもやっぱりキャンピングカーなんで傾いてますね。これ速度はもうこれ以上上げれないと思います。40キロだったら問題ないかなと思います。はい、明石海峡橋入りました。今吹き流しあったんですけど、そんなに揺れてなかったんで、この橋の風速はそんなにないと思います。はい、80キロで走行しています。ほとんどね風が吹いてないんでまっすぐ走ってくれてますが、やっぱりたまに突風みたいなのは
ちょっと当たります。その時にこの修正ハンドルですね、反対側にハンドルを修正しています。でもそうですね、ほとんどまっすぐ走ってくれてますね。でも時折やっぱり揺れる感じはあります。ただ怖さはもう全くないです。明石海峡大橋、かなり強風なんですけど、今日は奇跡的に穏やかでした。また帰り、車中泊した帰りに通ってみて再度検証したいと思います。少し疲れたので一旦サービスエリアに寄ります。いや、運転やっぱり緊張しますね。淡路サービスエリアのシンボル観覧車も回っていって、なんかここに来るとワクワクします。一般の駐車場止めた感じなんですけど、車幅はやっぱり2メーター以下と余裕がありますんで、こんな感じで右側は少し空いていて、左側も余裕があります。こういった感じで線1本だけの駐車場でも気兼ねなく止めれます。前長は余裕がなくぴったりといった感じです。前がこんな感じで線に合わせて、後ろもぴったりといった感じです。ちょうど向こうにヨーロッパ製のキャンピングが止まってました。こんな感じでやっぱり全長長いんではみ出ちゃってます。その点、この長さ5メーター以内、横幅も2メーター以内だったら気軽に止めれます。家庭エアコンをつけて休みたいので、この室外機から風が出るようにサイドのバケツドアを開けます。これプロトタイプなんでこんな感じでドアあるんですけど、製品版はルーバーがつくそうなので、こういった作業はしなくて大丈夫そうです。いただきます。いやー、すごいこの空間落ち着きます。これまた床がフローリング調なんですよね。作りもごちゃごちゃしてなくてすごいシンプルなんで、ホテルの一室にいるようです。ここなんですけど、運転席とつながってます。こんな感じでホック式のカーテンが標準で設置されてます。これ結構ありがたいですよね。この中はもうめちゃくちゃ暑いです。このリアのベッドもホック式のカーテンが設置されてます。下のベッドにも設置されてます。これがあることによって昼間のエアコンもよく効きます。寒いぐらいよく効いてますんで、もうきっと来ます。今から行く車中泊スポットなんですけど、もうこのカーステイというアプリで予約完了しました。アクアイグニス淡路島、前までここ車中泊できなかったんですけど、1泊2日3000円で期間限定で車中泊できます。もうここから近いみたいなんで早速向かいます。なんか海が見える駐車場ですごい綺麗そうです。はい、じゃあ高速降ります。うわ、やっぱり淡路島何回来てもええな。はい、受付終わりました。なんて素晴らしいロケーションでしょうか。駐車場のすぐ後ろは海です。そして海の向こう側には明石市や神戸の街並みもしっかりと見えます。この大量に置いている緑のコーンなんですけど、こんな感じで番号を売っていて、何台ぐらいでしょうか、30台ぐらい止めれそうです。今確認したら3ヶ月だけの限定の車中泊スポットのようです。もうこれ3ヶ月と言わずずっと続けてほしいですね。こんなにいい場所は関西ではなかなかありません。明日の朝はこの海岸線沿いを散歩したいですね。で、トイレはあそこ温泉施設なんですけど、24時間使える綺麗なトイレがありました。そして注意事項なんですけど、ここ夜の10時から朝の7時までゲートが閉まるみたいなんで、夜中は出入りできません。この車中泊専用ナンバーをこのフロントウィンドウ、ダッシュボードのところに置いて、で早速温泉に行ってきます。うわ、めちゃくちゃおしゃれなところですね。ここは海を見ながらお風呂に入れるようです。はい、じゃあ行ってきます。淡路島の海を見ながら入るお風呂は最高でした。温水プールもあったんで、今度家族で来たいです。窓開けていたら風が入ってすごい気持ちいいんですけど、閉めると結構暑いですね。
今車内の温度が 29.4 度です。エアコンつけます。それではこの中に置いている大容量のポータブルバッテリー、こちらを外部電源として使用してみます。まずはこのケーブルを AC コンセントに挿します。そして反対側をこの窓から外に出します。この使ったケーブル、外部電源の差し込み口はこちらになります。はい、これで接続完了です。この小窓はケーブル1本分だけ出ればいいので、ギリギリまで閉めて中は網戸にしておきます。でポータブルバッテリーの電源をつけます。はい、 AC アウト作動しています。で現在が 300W 約消費しています。まだエアコンつけていないんですけど、車内の冷蔵庫とあと照明、そしてサブバッテリーの充電が開始されて 300W 消費されています。キャンピングカーのインバーター、こちらをオンにします。これでエアコンが使えるようになります。つきました。エアコンのコンプレッサーが回り出して消費電力が 840W に上がりました。なのでエアコン単体で見ると約 540W ぐらい消費しています。ちなみに今回持ってきたポータブルバッテリーがこちら容量 3000Wh、こちらが約容量 1000Wh です。このシステムなら鉛バッテリーなどのキャンピングカーでもこういったリチウムバッテリーを簡易的に設置することができます。それではシェードしてビールを飲みます。エントランスは窓用のシェードがないんですけど、こういったカーテンが付属しています。これホックでつけるタイプですね。いやー、ちょっと楽しみすぎてビールこんなに飲んじゃいました。車中飯作っていきたいんですけど、今日は簡単に電子レンジで調理します。でこういったものを見つけました。電子レンジでチャーシューが作れるアイテムです。豚肉をこの中に入れてチンするだけでこういったチャーシューができそうなんですけど、本当でしょうか。ちょっと試してみます。スチーミーと言います。一旦開けてみます。タレがめちゃくちゃいい匂いします。焼肉のタレの匂いにすごい似てます。それではこの豚肉の塊をこの中に入れます。そして揉み込みます。こちら側を上にして電子レンジで8分調理します。車内に電子レンジがあると車中飯の領域がぐっと広がりますね。一応窓開けてマックスファン回して換気しておきます。キッチンの窓を開けてるんですけど、ここからすごい吸気されてマックスファンに空気が流れてます。これだったらここで匂いの出る料理しても換気できるので車内にあまり匂いが残らなそうです。さあできてるでしょうか。すごい完全にチャーシューです。しっかりお肉の中まで火が通ってます。最後にこのタレをかけるって書いてますんでかけてみます。すごいいい匂いします。いやー、もうめちゃくちゃ美味しそうな匂いします。それではいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。いやー、結構大きい豚の肩ロースだったんですけど、ペロッと食べちゃいました。これご飯の上にのして丼にしても美味しそうですね。洗っていきます。それでは歯磨きして先ベッド展開していきます。ベッド3箇所あって、まずはバンクベッド、こちら長さが 1695mm、 横幅が 1250mm と大人は170センチあると寝れません。子供用ですね。
そしてリアベッドなんですけど、今日はこの茶着の荷物を置いてます。サイズが長さ 1810mm、 横幅 825mm。 もう一つこのメインソファーをフルフラットにしてベッド展開した時のサイズなんですけど、長さが 1900mm、 横幅が 1300mm。 これなら男性の大人でも大丈夫です。今日はこちらで寝ます。まずはテーブルを外します。そしてこの下に設置します。あとはソファーの背もたれをはめればフルフラット完成です。敷布団を敷いて、でタオルケット、こちらで今日は寝ます。これはめちゃくちゃ広いです。寝返りも全然余裕で打てそうです。ソファーの生地もすごい柔らかいんで、これだったらもう何も敷かずに快適に眠れそうです。それではおやすみなさい。おはようございます。エアコンが切れていてすごい暑いです。ポータブルバッテリーが 0% になっています。それではキャンピングカーのソバッテリーに切り替えてインバータースイッチをしてエアコンつけます。ポータブルバッテリーは 0% まで使うとあんまり良くないですよね。今回のこの外部電源システムはこれがデメリットですね。夜中に放置して寝ちゃうと途中で止めることができません。でもよく考えたらこれエアコンにタイマーあったんで、これ使っとけば 0% になるのは防げたっぽいですね。いただきます。それではカフェオレに合う朝ごはんをパパッとこの IH ヒーターとフライパンで作っていきます。AC コンセントはこの調理台のすぐ横にあります。このパンと卵でオムレツトースト作ります。それではいただきます。もうこの板のまま落ちそうなんでこのままいただきます。ごちそうさまでした。いや美味しかったです。朝食はフライパンの汚れを防止するアルミホイルは敷いてません。シンクがかなり広いのでここで洗い心地を確かめてみます。めちゃくちゃ洗いやすかったです。やっぱりシンクが大きいんでフライパンなども余裕で洗えます。でここ調理台がね結構広いんで車内料理はすごいしやすかったです。せっかくの淡路島の海なんで少し散歩します。うわ朝起きてすぐこの景色はやばいですね。この駐車場が縦に長くて温泉施設向こうにあるんですけど、そこをずっと海岸沿いに歩きます。気温は30度近いんですけど海風が吹いていてすごい気持ちいいです。温泉から海の眺めも最高でした。車中料金以外に温泉はプラス1000円かかるんですけど、その代わりなんですけど2回入れます。まだ時間ありますんで一風呂浴びてきます。キャンピングカーはもう出発できるように準備しておきます。この外部電源のコンセントを抜いて蓋閉じておきます。
それでは帰りなんですけど、確かめたいのが明石海峡大橋。来る時は風が弱かったんで、再度横風の煽りを体感します。そして大型車の追い越し時の風の揺れも体感します。その前に淡路島といえば生しらす丼なんですけど、この近くの漁港でいただけるようです。せっかくなんで食べてから出発します。はい、すぐですね。ここです。岩屋の漁港に着きました。目の前には雄大な明石海峡大橋と明石の街並みが見えます。そしてクルーズ船もあるようです。しかし今日は運休日です。淡路島タコステというお店です。ここバーベキューもできるんですね。生しらす丼書いてます。それでは早速中でいただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しそうです。これで1000円です。生しらす以外にまだこれタイですかね。マグロ、エビも乗っています。それではいただきます。ごちそうさまでした。なんとこの生しらす持って帰れるようです。680円。家でお店10分で戻したら生しらすになるようです。これ家族に買って帰ります。今日は風が強そうですね。風速7、8メーターぐらいありそうです。明石海峡大橋の上も風強そうです。ちょっと危険すぎたらできるだけ速度落として安全に走行します。冷凍の生しらすはここ冷蔵庫の一番上のところ冷凍室になってますんで、ここで冷やしておきます。それでは再び高速道路に入ります。奈良県着いたらですね、今回1泊2日車中泊してみて実際に感じた良かったところ悪かったところをお伝えします。今から本線合流なんですけど、40キロから80キロまでのフル加速タイムを計測してみます。いきます。せーの、はい。はい、問題なく加速できました。さっきみたいに加速する車線が長いところはもう全く問題ないですね。速くはないけど車の流れには乗れるといった感じでした。はい、明石海峡大橋入りました。やっぱり横風は結構あります。吹き流しも真横までいかないんですけど、斜め45度より少し上側に吹き流しが流れてました。なので風速は7メーターぐらいかなと思います。現在80キロで走行しております。少しね、やっぱり揺れるところはあるんですけど、もうキャブコンキャンピングカー乗ってる方ならこのぐらいなら全然問題ないと思います。全く怖さは感じません。あと気になるのは80キロ走行している時に大型車追い越される時の風の揺れです。またそのタイミングになったら体感しお伝えします。はい、今80キロで走行しているんですけど、ちょうど大型トラックが追い越しに入りました。緩やかな左カーブです。はい、今追い越されました。ちょっとですね、やっぱり押されました。こっち側に押されたんでちょっとハンドルを右側に修正しました。はい、またトラック来たんで体感してみます。ちょっと押されましたね。少しだけ押されたんで修正ハンドルしました。はい、その後何台かまたトラックの追い越し体感していたんですけど、やっぱりちょっと揺れますね。ただ全然揺れない時もありました。ライトキャブコの中ではまだトラックの追い越し時の揺れは強い方じゃないかなと思います。はい、それでは高速道路を降ります。はい、奈良県に無事戻ってまいりました。1泊2日の車中泊ヴィーナスと快適に過ごすことができました。このロゴのマーク、これ女性ですね。ヴィーナス、そういうことだったんですね。今気づきました。最後に実際に車中泊旅行ってみて感じたメリットデメリットをお伝えします。走行編からいきます。まずはメリットなんですけど、乗り心地がすごい良かったです。本当に乗用車のようでした。キャブコンはベースがトラックなんで路面の段差とかを結構ガンガンっていう感じで衝撃を受けるんですけど、こちらも本当に乗用車のように衝撃をいなしてくれました。このベースのタウンエース新型エンジンは低域のトルクがすごいありますので、街乗りは本当に快適でした。
次はこのバンクの張り出しが少なかったので、やはり風の入れが少なかったです。これ気になっていたんですけど、高速道路もトラックに追い越される時もそんなに揺れなかったんで、安心して橋の上も走行できました。揺れないことはないんですけど、このライトキャブコンクラスにしては揺れは少なかったです。あとオプションでですね、このリアのリーフ、こちらをオプションで強化リーフに変えれるそうです。そうなるとさらにこの横揺れは少なくなると思います。走行編のデメリットなんですけど、まず1つ目、これリクライニングができません。なのでほぼこの90度のままずっと長時間運転しないといけません。これは何かレカードシートなのに変えたいですね。次はリアモニターなんですけど、この正方形っていうんですかね、このリアモニター、よくビルダーさんは採用されているリアモニターなんですけど、これ本当見にくいですよね。なんて言うんでしょうか、駐車の時はこの線すごい見やすいんですけど、このぐらいの距離でももうベタ付けぐらいなんですね。なので普通に離れているともう本当に点みたいな感じでしか見えません。あと解像度もやっぱ悪いんで車種が分かりにくいです。緊急車両などはやっぱり把握しておきたいですよね。今回リアにポータブルバッテリーとか重い荷物を載せました。そうするとやっぱリアが下がってるんですね。こうやって見るとパッと見はそんなに分からないんですけど、タイヤハウスを見れば結構分かります。こちらフロントなんですけど、このぐらい開いています。それに対してリアなんですけど、やっぱりここ狭いですよね。やっぱりリアが下がると走行性能が悪くなります。これ後ろに人乗ったらもっと下がると思います。ただ先ほどもお伝えしたこのリアのオプションの強化リーフですね、こちらを入れれば改善されるかなと思います。次は車中泊での実際の使い心地なんですけど、このキッチンのテーブルがすごい広くて調理しやすかったです。よくあるのがここに延長テーブルをしてキッチンを広げるキャンピングカーです。このヴィーナスはもう延長テーブルなくてこのままで十分広いんで、場所にも困らず快適でした。このカーテンすごい良かったですね。運転席と後ろを空間を空けてくれます。運転席の仕切りカーテンだけじゃなくて、このリアベッドですね、これもついてます。これ今回の旅で大活躍で、やっぱりオイルのエアコンするときにこれがあるのとないとでは全然エアコンの効き具合が変わってきます。運転席はどのキャンピングカーでもよくあるんですけど、このリアベッドはないことが多いんで、これがライトキャブコンクラスのキャンピングカーでも設置されているのはすごい嬉しいですね。結構細かいんですけど、この許容車両総重量、こちらが明記されてます。750キロ、肉の場合は850キロ。キャンピングカーで総重量は車検証を見たら分かるんですけど、この許容総重量っていうのはなかなか明記されていません。実際に車中泊行くときに荷物こういったポータブルバッテリーとかかなり重たいんで、こんな感じで明記されているのは本当にいいなと思いました。やっぱり安全にも関わります。これは全キャンピングカービルダーさんが何キロまで OK とはっきりと明記してほしいですね。それだったらユーザーは安心して走行できます。このキャンピングカーはかなり完成度高いんですけど、あえてデメリットをお伝えします。これね、最近のキャンピングカー多いんですけど、走行中のリアクーラーがないんですね。エンジンで冷えるクーラーです。しかもこれソファーがこんな感じで壁になっていますんで、前の冷気がこんだけしか開いてないんでなかなか来ません。この家庭エアコン走行中も使えるんですけど、このキャンピングカーの走行充電が巡航速度で約 15A です。なので家庭用エアコン走行中使っているとサブバッテリーがどんどん減ってきます。夏場家族で乗る場合は何か対策が必要ですね。次細かいんですけど、この運転席と後部座席行き来するのがこのスペースしかないんでかなり行きにくいです。やっぱりキャブコンの魅力として雨の日も外に出ずに行き来できるっていうのは車中泊の快適度につながりますんでお伝えさせてもらいました。このキャンピングカーのサイド、ここの収納なんですけど、実は潜ると何もありません。実際の車中泊ではこのゴミ入れるのにすごいちょうどいいんですよね。なのでここないのは痛いです。ただオプションになりますが、ここに収納をつけることも可能とおっしゃっていました。最後のデメリットなんですけど、納期がなんと1年半もかかります。やっぱりキャンピングカーが人気で生産が追いつけないんですかね。今回このタウンエースベースのキャブコンで旅してみて改めて思ったんですけど、やっぱりタウンエースって絶妙なバランスのキャンピングカーですね。青空駐車場ならどこでも止めれるサイズ感なのに、中は広くて居住性は抜群。ただ走行パワーはない。ベース車両を次のクラスカムロードにすると走行パワーは十分なんですけど、その代わり価格が跳ね上がります。
そう考えるとこのタウンエースベースのキャブコンってコスパいいのでありだなと思いました。ちなみにパワーがないといってもきつい上り途半車線では80キロはキープ可能です。そしてスタッフの方が東名高速道路で120キロ出したそうなんですけど、問題なく出たそうです。ただ120キロ到達までは時間がかなりかかるということでした。またこういったタウンエースベースのキャンピングカーや次はハイエースなどのキャンピングカーも動画にしてみたいと思います。